この動画では、ドラッグストアや洋服店、電気店でのショッピングシーンについてお話しします。スーパーマーケットやコンビニ以外の店での会話について知ることができます。ドラッグストア、洋服店、電気店での買い物。私は買い物が好きです。スーパーやコンビニだけでなく、いろいろな店で買い物をします。例えば、ドラッグストアや洋服店、電気店などがあります。ドラッグストアでの買い物。先週の月曜日、私はドラッグストアに行きました。風邪をひいて薬を買いたかったからです。問題。私は先週の月曜日、ドラッグストアに行きましたが、何をしたかったからですか？ 1. 風邪をひいたので見てもらいたかったから。2. 風邪を誰かにうつしたくなかったから。3. 風邪をひいて憂鬱になった気分を晴らしたかったから。4. 風邪を治す薬が欲しかったから。5、4、3、2、1。答え。4. 風邪を治す薬が欲しかったから。私は風邪をひいて薬を買いたかったからと言っているので、風邪を治す薬が欲しかったが正解です。ドラッグストアでは薬だけでなく、シャンプー、石鹸、マスク、ティッシュなども売っています。問題。ドラッグストアでは薬だけでなくとありますが、これと同じ意味はどれですか？ 1. ドラッグストアでは薬なんてものは。2. ドラッグストアでは薬はおろか。3. ドラッグストアでは薬はもっとも。4. ドラッグストアでは薬はもちろんのこと。5、4、3、2、1。答え。4. ドラッグストアでは薬はもちろんのこと。薬だけでなく、とは、薬は当然売っていて、他のものも売っている場合に使用します。これは、4と同じ意味になります。薬は、もちろん売っていて、他のものも売っている、という意味です。私は、お店の人に聞きました。すみません。風邪薬はどこですか？こちらです。いろいろな風邪薬があります。と言われました。問題。風邪薬はどこですか？と、お店の人に聞くと、こちらです。と言われましたが、こちらとは、どこですか？ 1、向こう。2、あっち。3、すぐそば。4、そこらへん。5、4、3、2、1。答え。3、すぐそば。こちらは、指で指して示せる、すぐ、そばの範囲を言います。向こう、あっち、そこらへんは、いずれも、
少し離れた場所を指します。私は、熱、咳、喉に効く薬を買いました。8個入りで500円でした。ついでに、マスクとティッシュも買いました。マスクは50枚で300円。ティッシュは5箱で250円です。問題。私は熱、咳、喉に効く薬を買いました。とありますが、熱に効くとはどういうことですか？ 1. 頭痛を治す。2. 熱を下げる。3. 熱を上げる。4. 熱を持たせる。5、4、3、2、1。答え。2、熱を下げる。熱に効くとは熱を下げる効果がある薬のことです。1は、頭痛を治す、イコール、熱を下げる、とはなりません。レジに行くと、店員さんが言いました。ポイントカードはお持ちですか？いいえ、ありません。では、全部で1050円です。私は、1100円を出しました。お釣りは、50円です。ありがとうございました。ドラッグストアは、とても便利です。怪我や病気の時に、よく行きます。問題。私は、1100円を出しましたとありますが、100円玉がない場合はどうしますか？ 1、2000円出して850円のお釣りをもらう。2、1000円札1枚と500円玉1枚出して450円のお釣りをもらう。3、1000円札1枚と5円玉5枚出す。4、1000円札1枚と1円玉5枚出す。5、4、3、2、1。答え。2、1000円札1枚と500円玉1枚出して450円のお釣りをもらう。1は、お釣りの金額が違います。3と4は、お金が足りません。問題に。私は、怪我や病気の時に、ドラッグストアによく行く、とありますが、怪我と病気の違いは何ですか？ 1、怪我は軽い病で、病気は重い病。2、病気は軽い病で、怪我は重い病。3、怪我は体の中の異変で、病気は目に見える傷などのこと。4、怪我は目に見える傷などのことで、病気は体の中の異変。5、4、3、2、1。答え。4、怪我は目に見える傷などのことで、病気は体の中の異変。怪我とは、外から体を傷つけられた時などに言います。病気とは、体の中の異常により、発生した病のことを言います。本屋での買い物。火曜日、私は
駅の前の本屋に行きました。日本語の本を買いたかったからです。本屋には雑誌、漫画、子供の本、ビジネス書など、いろいろな本があります。問題。本屋さんはどこにありますか？ 1、駅の近く。2、駅から少し離れた場所。3、駅から歩いて10分のところ。4、駅にある。5、4、3、2、1。答え。1、駅の近く。私は駅の前の本屋に行きました。とあります。駅の前イコール駅の近くとなります。4は駅の中となってしまいますので不正解となります。私は日本語の教科書を探しました。みんなの日本語という本を見つけました。とてもわかりやすいです。初心者にいいと思いました。問題。私はみんなの日本語という本を見つけ、いいと思いました。なぜいいと思ったのですか？ 1、日本語がわからない人にぴったりだから。2、初心者には向いていないと思ったから。3、日本語がわかる人には簡単だから。4、初心者には簡単ではないから。5、4、3、2、1。答え。1、日本語がわからない人にぴったりだから。とてもわかりやすく、日本語初心者に適していたから、いいと思った、と言っています。その他に、漢字のドリルと、日本語の漫画も買いました。教科書は、2500円、ドリルは800円、漫画は500円でした。本をレジに持って行き、お会計をしました。こちら、3点で3800円になります。カードでお願いします。はい、かしこまりました。ありがとうございました。本屋は静かで、ゆっくり本を選ぶことができます。私は月に1回本屋に行きます。問題。私は月に1回本屋に行くほど本屋が気に入っています。なぜですか？ 1、漢字のドリルが好きだから。2、ウキウキするから。3、本が好きだから。4、落ち着ける場所だから。5、4、3、2、1。答え。4、落ち着ける場所だから。本屋は静かで、ゆっくり本を選ぶことができます。とありますので、本屋で過ごすひとときが気に入っていることになります。3は、文章からは、本が好きとは必ずしも当てはまらないため不正解となります。洋服店での買い物。土曜日、私はデパートに行きました。
洋服を買いたかったからです。夏になったので、T シャツとズボンが欲しかったです。問題。土曜日、私は洋服が欲しくてデパートに行きました。なぜ欲しかったのですか？ 1、寒くなってきたから。2、暑くなってきたから。3、T シャツとズボンがおしゃれだったから。4、T シャツとズボンに興味があったから。5、4、3、2、1。答え。2、暑くなってきたから。夏になったので、T シャツとズボンが欲しかったです。と言っています。つまり、暑くなってきたので、T シャツとズボンが欲しかった。と言っています。店に入ると、店員さんが言いました。いらっしゃいませ。何かお探しですか？はい、夏の T シャツを見たいです。こちらのコーナーにございます。いろいろな色の T シャツがあります。私は青い T シャツが気に入りました。サイズを見て M サイズにしました。試着してもいいですか？と聞きました。はい、どうぞ。フィッティングルームはあちらです。と言われました。T シャツはぴったりでした。ズボンも見て、黒いズボンを買いました。T シャツは1200円、ズボンは3000円でした。こちら、袋にお入れしますか？はい、お願いします。5000円からお預かりします。お釣りは800円です。お会計を済ませて、店を後にしました。洋服を買うと、嬉しい気持ちになります。電気店での買い物。日曜日、私は電気店に行きました。携帯の充電ケーブルを買うためです。電気店には、テレビ、パソコン、携帯、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。私は、アクセサリーコーナーでケーブルを見ました。このケーブルは iPhone に使えますか？はい、使えます。1本で1000円です。と店員さんが言いました。ついでに、イヤホンも買いました。1500円でした。全部で2500円です。クレジットカードは利用できますか？はい、ご利用になれます。では、クレジットカードでお願いします。ありがとうございます。こちら、レシートになります。電気店では、いろいろなものが見られて楽しいです。買い物は楽しいです。スーパーやコンビニも便利ですが、ドラッグストアや本屋、洋服店や電気店も大切です。それぞれの店には違う品物があります。店員さんとの会話も大切です。
どこにありますか？場所を聞く。いくらですか？値段を聞く。カードは使えますか？クレジットカードが使えるか聞く。試着してもいいですか？お試しで服を着させてもらえるか聞く。このような日本語を使えると、買い物がもっと楽になります。これからもいろいろな店で買い物をして日本語を練習したいです。この動画が役に立ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。